ここから見える景色は美しいですね。無数の家から漏れる明かりが、野暗に輝く様は、どんな空の色よりも、人の心を引きつける。けれど、宝石を散りばめたような、なんて表現は似つかわしくありません。人は誰しも、自分の家を守るために、命を懸けて働きます。家から漏れるこれらの光は、いわば、人々の命の輝きなのです。それを、ただの装飾品に例えるのは忍びない。僕はそう思います。すみません。勝手なおしゃべりをしてしまいました。こんな形式ばったレストランに来ることはあまりないので、緊張しているのかもしれません。意外ですか？僕はそんなにいい家の出ではありませんよ。今だって、フェンサーなどという荒くれ家業をやっているのですから。荒くれ家業は言い過ぎですか？確かに、僕は世界平和という使命のため、フェンサーになりました。けれど、世界平和を実現するには、人を傷つけてでもフューリーを奪わなくてはならないこともある。皮肉ですね。平和のために暴力を振るうなんて。いくら平和のためとはいえ、本当ならば、誰も傷つけることのない生き方の方が正しいに決まっている。しかし、誰かが世界平和のために動かなければ、いつまでも悪はなくならない。だから僕は、人とぶつかり合う局面において、それは平和のためなのか、暴力のための暴力ではないのか、自問しなければならない。自らの力に溺れないように。話が逸れてしまいました。ですから、こういうレストランに来ることはあまりないのです。今日はあなたが一緒なので、少し背伸びをしてみたのですが、どうにも落ち着きませんね。自分のことばかり喋ってしまいました。あなたを不快な気分にさせていなければいいのですけど、今日のあなたはいつにも増してお美しいですね。人間の枠を超えた純粋で尊い存在であるように感じます。僕が詩人だったのなら、うまい言葉であなたの美しさを称えられたのですが、あいにく僕にできるのは下手なピアノだけ。しかし、その下手なピアノの演奏会を通し、あなたと知り合えたのですから、僕の腕も捨てたものではありませんね。あ、虫が。これは、邪神の使い魔とされるハエ。よくも僕の前に姿を現せたものだな。叩き潰してくれ。このおたんこらせ。ゴミにたかる虫けらが。死ね。お前には地獄がふさわしい。失礼しました。とんだ醜態を晒してしまいましたね。驚かれましたか。あなたにはこんな姿を見せたくはなかったのですが、ハエを見ると、邪神への憎しみに我を忘れてしまい。僕が子供の頃住んでいた村は、邪神の末裔によって壊滅させられました。生き残ったのは母と僕だけ。間もなく母も、邪神への恐怖の中で死んでいったのです。その経験から、僕は世界平和を強く望むようになり、フェンサーになりました。僕の言う世界平和とは、邪神に連なる存在を抹消することなのです。僕の世界平和の夢は、邪神への憎しみによって支えられている。あの日から、僕の心は、邪神への憎しみに支配されているのかもしれません。だから、邪神の使い魔とされるものを見ると、興奮状態に陥ってしまう。ハエ、ヘビ、カラス、タコ、クモ、など、18種の生き物がそれに当たります。呆れてしまいますよね。でも、安心してください。
どんなに我を忘れても、あなたを傷つけるような真似は絶対にしません。話を変えましょうか。あなたはなぜ、今日僕を誘ってくれたのですか？僕のピアノに何度も励まされたから。ありがとうございます。僕のピアノがあなたの心に届いていたのだと思うと、不思議なほど嬉しいものですね。実は、先日あなたに声をかけられる前から、僕はあなたを知っていました。あなたはいつも演奏会に来ていましたよね。いつからか、名前も知らないあなたのことを目で追うようになって、舞台に立つと、あなたが来ているか探していました。あなたを見つけられない日は、ピアノにも集中できなくて、これでは、人前で演奏する資格などはありませんね。ずっと、あなたが気になっていたんです。だからこの間、演奏の後、あなたに声をかけていただいた時は、運命を感じずにはいられませんでした。二人で会ったことが知れたら、他のファンに怒られる？おかしなことを言いますね。僕にファンなどいませんよ。きっと、あなたの思い過ごしでしょう。少なくとも、あなたにはファンであってほしくない。いつかは離れていってしまう、そんな関係より、あなたには、もっと特別な存在になってほしい。他の人が入り込む余地などないような。これでも不安ですか？でしたらこうしましょう。今日のことは二人だけの秘密です。そうすれば誰に怒られることもないでしょう。そしてこれから秘密をたくさん作っていきましょう。次の料理が来たようですね。ああ、美味しそうですね。これは、タコ！いやこんなもの食えるか！写真の使い目、一度ならず二度までもテーブルを汚すとは許せない！身の程を思い知れ！くそ邪神め！お前など心臓を3回してから2でしてやる！どうだ悔しいかこの浅ましく醜い毛だものが！お前の母ちゃんそうは僕としたことがまたしてもすみません。ああ、せっかくのドレスがひどいありさまに。どうお詫びすればいいでしょうか？もう帰る？待ってください！次は大丈夫です。必ず耐えてみせます。挽回のチャンスをくれませんか？待ってください！本当に言ってしまった。これも、元はといえば、すべて邪神のせい。どこまで僕の人生を狂わせれば気が済むんだ！邪神め。僕は絶対に、邪神の影一つない、正常な世界を作ってみせる！